地元に帰ってきたのは久しぶりのことだった。高校を卒業して以来、時々は実家に顔を出していたが、かつての友達と会うこともなかったし、昔は通学時によく見ていた店も、通りかかって目にすることも絶えてなかったのだ。懐かしいなぁ。この店まだあるんだ。よくここで友達とどのカード買うか迷ってたむろしてたよな。小学生だった時とは目線も変わり、あの時感じていた何かお宝が眠る場所を探検するようなワクワクはない。だけど胸の奥底に残っていた少年の心がうずくのは新鮮な感覚だった。今日地元に戻ってきたのは13年ぶりに中学の同級会を開くと連絡が入ったからだ。ちょうど夏のお盆時期の帰省と重なったので断る理由もなくやってきたのだ。以前にはなかった和風な居酒屋ののれんをくぐるとすぐに昔を彷彿とする声がかかる。ああ、小坂？お前小坂だよな。変わってね。そういうお前は、宮下か？そうそう。お前は前髪がだいぶ。それは言ってくれるな。俺も社会人になって苦労してだな。時は一瞬で越え、昔の学生時代の感覚がすぐに蘇ってくる。男子で悪ふざけをしてバカ笑いをしていた日々。一方女子のグループも店の奥の方で集まり、昔話に花を咲かせていた。男に比べると女性陣の変化は著しい。化粧した顔は誰が誰なのかわからなくしていた。嘘、小坂くん？そう声をかけられても何と返していいかわからず、困った笑顔を向けることしかできなかった。ああ、私のことわからないの？ひどい。元カノ忘れる？そう言われて、やっと相手が誰なのかを悟った。中3の卒業間際に告白され、付き合うことになった小林さんだ。高校も一緒で、そのまま付き合い続けるのかと思っていたが、数ヶ月後に別の人が好きになったと泣きながら去っていった元カノだった。あれは彼女とカウントできるような付き合いだったのかと、今では首をかしげたくなる。数回一緒に学校から帰り、高校の入学式に並んで写真を撮っただけだ。小林さんか。綺麗になってたから誰かわからなかったよ。やだ、小坂くん口うまくなってる。そりゃ社会に出ればお世辞の一つも言えなきゃ生き残れない。だがそこは笑顔で嘘を重ねる。いや、俺は本当に思ったことしか言わないよ。小林さんは一通りの定例の挨拶に満足したのか、笑顔で女子の中に戻っていった。まあ、小林さんは当時からクラスの中では中の上にランク付けされる感じの女の子だった。明るくて女子の中での人気は高い。だがクラスには、というか学校全体規模でも絶対的人気を誇る美女がクラスに一人いたのだ。長い髪を背中に垂らし、スラッと伸びた足で颯爽と廊下を歩く姿は、清く正しく凛とした百合の花。学校中の憧れの的が玲美さんだった。なあ、今日玲美ちゃん来るかな？やはり男子の思うことは同じらしい。宮下も入り口付近を気にして何度もチェックしている。幹事役に尋ねると参加になっているということで、男子の中のやる気はがぜん高くなる。今もきっと近づきがたい美人なのだろう。昔もそれ多くて、おはようと声をかけることすらできなかったが、きっと今日もチラ見して目の保養にするだけだろうな。そんなことを考えている時だった。店の入り口付近がどよめいていた。
見ると、すらりと背の高い女性が、帽子を目深にかぶって立っていた。嘘、あれがレイミ？集まっていたみんなの視線を一身に浴びながら、帽子を取った女性は、確かにかつての面影を残したレイミさんだった。だが、長めに伸ばした前髪で隠した顔の半分は、やけどを負ったように皮膚が引きつれ、変色していた。皆さん、こんにちは。久しぶりに会えて嬉しいわ。しんと静まり返る会場などに臆せず、レイミさんは以前と変わらない笑顔でそう言った。だが、誰もその彼女に声をかける者はいなかった。かつて彼女の周りを取り巻いていた女子たちも、すっと背中を向けたのだ。そんな反応は予想の範疇だったのか、レイミさんは特に気にする様子もなく、なんと、俺の横にやってきたのだ。隣、座ってもいいかしら。どうぞ。平静を装ってはいたが、胸の鼓動は中学生の時のまま、早金を打っていた。自分と共にレイミさんの登場を待っていた男子たちも、そわそわしていた。だが、そのそわそわは、さっきまでのものとは別物だった。高嶺の花を迎える紅葉ではなく、扱いに困る危険物を前にした戸惑いだった。ごめんなさい。私、みんなの顔と名前が一致してなくて。いや、それは仕方ないよ。俺は中学の時も、レイミさんと口聞いたことすらないオタクの一人だったから、小坂って名乗ってもわかるかな。俺は見るとはなしに、レイミさんの顔を観察した。俺に向けられた左半分は、昔と変わらない美しい顔なのに、右半分が崩れていた。右目も白濁していて、見えているのかも怪しかった。小坂くんって、いつも休み時間に本を読んでた小坂くん？そうそう、よく覚えているね。いつも難しそうな日本の古典文学も読んでたから気になってたの。予想外にかつての自分を覚えていてもらえたことが嬉しくて、俺はレイミさんに飲み物を勧めながら話を続けた。中学時代はひ弱で、どちらかといえばオタク野郎といじられる存在だったが、高校ではその文学を極めようと文芸部に入って総文祭でリーダーを務めたこと。それが功を奏して大学の文学部に進学し、今は新聞社で働いていることなどを話した。へえ、新聞社。かっこいい。スクープとか狙うの？いや、いずれはそういう部署で働くこともあるかもだけど、俺は地域の文化を編纂する部門にいるから、山奥へ村のじいちゃん、ばあちゃんの話を聞きに行ったりしてるかな。へえ、それも楽しそう。小坂くんらしいね。俺はレイミさんと話しながら、周りの反応も観察していた。かつての憧れのマドンナの転落を好奇の目で見る者。気の毒そうなふりで優越感を味わっている者。あからさまな蔑みの目を向ける者。俺はただそれを観察するものだった。ちょっと、小坂くん。こっち来て話そうよ。小林さんのレイミさんに対する態度は優越感をひけらかしたものだった。昔は叶わなかったけれど、今のあなたには私でも勝てるから。そんな言葉が耳には聞こえなくても、心に響いてきていた。醜いが、女として素直とも言える。それが俺の感想だった。ごめん。今、レイミさんと話してるから、また後で。俺が動こうとしないことに、小林さんは、かつてであれば、ぶりっ子と表現できたかもしれない態度で、口を尖らせていた。しかし、別の男子にちやほやしてもらおうとしたのか、俺のそばを離れていった。いいの？小林さんって、小坂くんの彼女じゃなかった？
よくそんなこと覚えてるね。まあ、そんな感じのポジションだったことはあったけれど、どうだろうね。好きだったとか、大切にされたとか、そういうのなかったしね。それを言うならば、レイミさんはモテにモテたはずなのに、彼氏がいたことがなかった。誰が告白しても、ことごとく振られるのだ。レイミさんは中学では彼氏がいなかったと記憶しているけれど、どうして彼氏作らなかったの？そうね。私、彼氏だけでなくて、友達もあえて作ろうとしていなかったのよ。それは意外な告白だった。あんなにも常に人に取り囲まれていたのに、友達すらいなかったのだろうか。レイミさんは俺の疑問を感じたのか、一気にビールを煽っておかわりを頼むと、タコの唐揚げを指でつまみながら先を続けた。小学校までは私も友達をたくさん作ろうって頑張ってたの。でも、やり方を間違えた。物をプレゼントすることで友達の関心を引こうとしたの。レイミさんの実家は大きな会社を経営していた。建築関係の会社で、お家もビルの最上階をぶち抜いた大きな家だった。その経済力から、レイミさんは友達にばらまくようにして、ペンやノートを友達にプレゼントしていたのだ。すると、それ欲しさに近づいてくる人が増えた。レイミさんは、それを初めは喜んでいたようだ。でも、次第に、周りの期待がエスカレートしていった。友達で集まると、ジュースやお菓子は、レイミさんが全部買ってあげる。誕生日のプレゼントも、通常の2、3倍の金額のものをあげないと、ケチ、あるいは、友達をランク分けする嫌な女と呼ばれた。そうした判断に振り回されて生きるのが嫌になり、中学では当たり障りのない付き合いを心がけていたのだそうだ。そうだったんだ。全然気づかなかった。その生き方も、それはそれで寂しくてね。高校では自分の本当にやりたいことをやって、一緒にいたい人たちとだけいようって思ったの。レイミさんは、その美少女の外見に反して、運動も好きだったし、理系の科目が好きだったのだという。特に科学の実験には関心があり、大学も薬学へと進んだそうだ。すごく楽しかったよ。知りたかった目に見えないけれど、確かに私たちに影響しているものを感じることができたから。でもね、もっとその世界への警戒心も持っておくべきだった。レイミさんの負った顔の火傷は、大学時代に失敗した実験で負ったものだった。女性が顔に大火傷を負うことになり、さぞかし辛い思いをしたことだろう。きっともう、科学の世界からは離れていると思ったら、なんと、彼女は今も大学の研究室で講師として働きながら研究を続けているのだという。私、この火傷で辛い経験もしたけれど、得たものの方が多いの。この傷がね、本当に自分を気遣ってくれる人と、そうでない人を選別してくれるんだもの。ね、今がそうでしょ？そう言われ、俺は曖昧に笑うしかなかった。俺だって新聞記者として好奇で近くにいるだけかもよ。それでも別にいいの。ただの外見の美しさやお金、醜い傷、そういう私に付随するものじゃなくて、私自身を見ようとしてくれる人とだけ、私は付き合っていきたいから。そっか。その後、俺はレイミさんを誘って、同級会の会場を後にした。そして、久しぶりに中学の校庭へ行ってみようということになった。昔は果てしなく広がる真靴のようにすら感じた学校が小さくなってうずくまっているように感じた。タイヤを埋めた飛び箱に座り、二人で昔の思い出を語った。
昔、掃除中にふざけてロッカーの上で走り回っていたヤンキーが窓から落下して骨折したことがあった話や、中学で初めて見た女子のテニススコートが見たくてたまらなかったこと。たわいのないことを思い出しては大笑いしながら話していた。ああ、こんなに笑ったのを久しぶり。俺も、笑いすぎて顔が痛い。こんな風に話せる人だったのなら、もっと昔からレイミさんと話せばよかった。そうしたら、俺の学生時代はもっと明るいものになっていたのではないだろうか。そろそろ帰ろっか。そうだな。俺はレイミさんと話せたことで、自分の中で何かが変わった気がしていた。社会人になって仕事もあり、自分の仕事にも誇りを持っていた。でも自分自身は中学の時と変わらず、人の目を避けて教室の隅でこっそり本を読んでいた自信のない自分だったのではないのか。でも、レイミさんはそんな俺に話しかけ、人を見る見方を認めてくれたのだ。それに、傷を負って、なお凛として、まっすぐに顔を上げているレイミさんの強さに、俺は自分も同じように強くなりたいと思ったのだ。レイミさん、また会えるかな？うん。ご飯でも一緒に食べに行こう。俺たちは、携帯の連絡先を交換すると、中学生のようにバイバイと手を振って別れた。人を一瞬で変える出会いというものは実際に存在する。それが俺にとってはレイミさんだった。憧れのマドンナとして恋心を初めて抱かせ、近づけない辛さに諦めを教え、そして大人になった俺にまっすぐ生きる力を教えてくれた人。あの出会いから10年経って、お互いに40歳を目前にする年になっている。お互いにまだ独身で、いい酒飲み友達で、時に人生を語る相棒。俺たち、いいパートナーじゃないか？そうね。このままもう10年お互いに一人だったら、老後を支え合えるパートナーとして結婚でもしようかしら。レイミさんの顔の傷は消えてはいない。でも、それが、今はいい人生の味わいを見せるシンボルにも見える。俺にも、そんなシンボルはあるのかな。顔にできたシミぐらいしかない気がするけれど。これからも、もっと自分を磨いて、もしかしたら来る10年後に、レイミさんの隣にふさわしい男になっていたいと思う。